だからメンバーのつながりが変わるだけで同じ歌でも全く違うストーリーだったり感情表現になると思うんですよね。いい意味で歌声の自由性の高いボーイズグループっていうかね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、なにわ男子 Because I Just Love You こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。うい素晴らしいですよね。個人的になにわ男子の楽曲で曲の入りを大橋くんが担当する楽曲ってなんかこうキラキラソングっていう感じがするんですよね。でこの大橋くんの歌声はですね、いつも僕の動画を見てくださってる方はおなじみのワードだと思うんですけど、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使った歌声です。かなりハイトーンなのにものすごく心地がいい音色ですよね。これ地声で歌ってしまうとどうしてもパワー感だったり、ここまで高いときつそうな雰囲気っていうのが少しくらいは歌声に乗ってしまうんですけど、ミックスボイスを使うことによって声を出してる感覚としては裏声に近い状態になりますので、すごくリラックスした状態で歌声を届けることができます。そして声の音色はですね、鼻声の音色、こちらを歌声にうまく混ぜてます。これ歌の専門用語では鼻腔共鳴って言うんですけど、歌声に鼻声の音色を混ぜることによってキラキラとしたような成分が歌声から感じ取ることができます。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。笑顔も素敵だしね。ハイトーンをこの爽やかな雰囲気で歌い上げる大橋くんならではかなっていうふうに思います。でここの大西くんの声なんですけど、いつもと少し声の音色が違うかなっていうふうに思います。いつもだったら鼻腔共鳴のみを使った可愛らしい感じの歌声チョイスで歌ってると思うんですけど、今の声は可愛いながらもかっこいいような雰囲気出てますよね。これどういう声の音色成分にしてるかっていうと、鼻の鼻腔共鳴が中心ではあるんですけど、肺の中の胸腔共鳴っていうところの音色もですね、混ぜた歌声なんですよね。肺の中の音色が歌声に乗ることによって声質って太くなるんですよ。男らしくかっこよくなるっていうか。だから今の歌声は力強さも感じることができますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら、こういう声も出せるんですね。歌声表現の幅がめちゃくちゃ広い。ナイスロングトーンですね。もう全員笑顔でね。表情のキラキラした感じもなにわ男子の素晴らしい魅力の一つですよね。でメインメロディーに対して上の音域でハモる上ハモリ、こういうハーモニーの表現方法もなにわ男子でめちゃくちゃうまいですよね。今の西畑くんの声めちゃくちゃイケメンな声ですよね。で個人的に金髪の西畑くん大好きですね。僕王子様感がものすごい出ていて、で今の西畑くんの歌声はですね、イケメンボイスっていう言葉でピンときた方多いと思うんですけど、胸腔共鳴と口の中の口腔共鳴、この2つが中心になっていて、少しだけ鼻の鼻腔共鳴を使っているっていう、体全体をまんべんなく響かせているような声の音色チョイスです。で口の口腔共鳴、今回の動画初めて出てきたワードなんですけど、口腔共鳴はですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、あと口の大きさによっては声量のコントロールだったり、喜怒哀楽の感情をですね、歌声に乗せることができます。でここまで出てきた胸腔共鳴、口腔共鳴、鼻腔共鳴、この3つがですね、歌の中では三大共鳴ポイントって言われてます。
この3つの声の響きをですね、どういった割合で歌声を作るかによって、その人の声質のおおよそが決まってくるんですよね。今の西畑くんの声は胸腔共鳴でかっこよさを、口腔共鳴で歌詞の輪郭をはっきりさせ、で少し使っている鼻腔共鳴で声の艶っぽさを表現してるっていう歌声ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。で、歌い始めのあたりなんですけど、ウィスパーボイスっていうテクニックもですね、使ってました。どういうテクニックかっていうと、歌声にですね、息の音を混ぜるんですよね。で、あの日からみたいな。僕がやるとこういう感じになるかな。はっきりと聞き取れるぐらいの息の音ではないんですけど、うっすら入れることによって幻想的な雰囲気も感じ取ることができますよね。素晴らしい。道枝くんの声ってこのぐらいの音域で僕は個人的に一番魅力を発揮するんじゃないかなっていうふうに思っていて、特に低音域ね、めちゃくちゃかっこいい声ですよね。で、道枝くんはですね、低音域と中音域、高音域でそれぞれ歌い方をですね、分けるんですよ。声の音色成分を区別して歌うっていうか、低音域は胸腔共鳴が中心、中音域は口腔共鳴が中心。で、高音域になってくると鼻腔共鳴の音色が混ざってくるみたいな3種類の声を使って楽曲を歌ってることが多いんですけど、ここは中音域から低音域なので口腔共鳴と胸腔共鳴、この2つを使ってますね。もっと細かく言うと、低音域は胸腔共鳴、中音域は口腔共鳴って感じです。めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。綺麗なままだねのところは西畑くんと道枝くんが2人で歌ってる感じかな。このユニゾンパートも素晴らしいですよね。なにわ男子って声の混ざり感がものすごいっていうかね。すごいね。高橋くんの声はですね、どの音域を歌っても胸腔共鳴の音色がぶれないんですよ。だから低音域も中音域も高音域も男らしくてかっこいい歌声ですよね。これってそういうことなんですよ。この歌い方めちゃくちゃ難しいですからね。もう一回聞いてみましょう。プレゼントのあたりなんてかなり高い音域なのに全然声質細くならないじゃないですか。で、高い音域になると声の音色成分が鼻腔に集まりやすいんですよ。そして胸腔共鳴の音色が減りやすいっていうね、そういった声の性質あるんですけど、でも高橋くんはそうなってないから高音域も太い声で歌い上げることができるんですよね。相当トレーニングしたと思います。かわいい。やっぱ長尾くんの歌声も可愛らしいですよね。で、音域が中音域から低音域ぐらいだから、胸腔共鳴の音色が自然と歌声に乗ってるんですよね。だから可愛さ全開っていうよりも、優しいお兄さんっていう感じのすごく癒しボイスかなっていうふうに思います。長尾くんもですね、鼻腔共鳴を中心に歌声作りをするタイプの歌い手ですよね。もう一回聞いてみましょう。この高橋くんと長尾くんが腕を組んでね、こう肩を寄せている姿が可愛らしいですね。やっぱね、藤原くんのこの歌声の個性たまらないですよね。かなり歌声にですね、鼻声の音色を乗せて歌ってるんですよ。で、少しだけ喉の空間をクッとこう締めたような歌い方かな。もう一回聞いてみましょう。
そばにいられるかなみたいな。この低い音域でここまで鼻腔の音色を使えるって本当にすごいと思います。藤原くんは高橋くんとは正反対の声の出し方かな。高橋くんが全ての音域を胸腔共鳴で歌っているのに対して、藤原くんは全ての音域を鼻腔共鳴中心で歌ってるっていう。やっぱりこの安定感がですね、素晴らしいんですよね。いいね。で、今、藤原くんが鼻腔共鳴中心で、その後の大西くんも鼻腔共鳴中心っていう流れだったと思うんですけど、やっぱ声の雰囲気が近いですよね。声質っていうよりも声のタッチが近いっていうか、パートの切り替わり部分でそれを感じることができると思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ここのつながりいいですね。鼻腔共鳴中心の藤原くん、大西くんってつながっていって、で、最後のワンフレーズは大橋くんっていうね。で、大橋くんいつもだったらこの音域は鼻腔共鳴中心で歌うんですけど、ここのポイントはですね、口腔共鳴中心で歌ってるんですよね。で、喉の奥を少し広げて、ウィスパーボイス、そういう感じの声ですね。あえて声の雰囲気をここで変えようっていう意識で歌ったのかな。この全員で歌った時のキラキラ感がね、やっぱり大好きですね。僕、なにわ男子の楽曲で初めて歌声分析動画公開した楽曲がセレブレイトだったんですけど、初めてなにわ男子の歌声を聞いた時をですね、思い出しますね。今回の Because I Just Love You を聞くと。で、全員で歌うとね、なにわ男子っていうなんか存在感がすごいですよね。今のところは3人で歌って4人で歌って全員で歌ってみたいな流れなのかな。徐々に歌声が増えていくことによってじわじわと盛り上がっていく感じがものすごくかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほらこの手だけは離せないのところはですね、低い音域からこう上昇していく音階になっているので、全員で歌ってじわじわとクレッシェンドみたいなね、この流れが素晴らしい。クレッシェンドって徐々に盛り上がるっていう音楽用語です。あー、いいなー愛してるのところでね、またここはね、転調してるんですよね、部分的に。てかね、サビの入りも転調してるんですよ。転調って楽曲の途中でですね、キーが変わることを転調って言うんですよ。で、この転調が来ると音が非常に取りづらい。雰囲気がガラッと変わるからね。で、個人的になにわ男子の楽曲って転調がものすごく多いなっていうふうに思ってます。だからね、音程的にもなにわ男子の曲ってすごい難しいんですよね。それをさらっと歌ってるところがね、かっこいいです。わっ、ここの部分、細かくて申し訳ないんですけど、ここの一気に声量が上がった感じ、めちゃくちゃかっこよくないですか？もう一回聞いてみましょう。ほら、めっちゃかっこよくない？ここ声量もぐっと上がってるんですけど、ここではしゃくりっていうテクニックを使ってるんですよね。しゃくりって目的の音に対してちょっと低めの音から入って音程をクイッとしゃくり上げるように歌うテクニックなんですけど、しゃくりを使うことによってフレーズ自体に疾走感が生まれますし、ここではプラスして声量もぐっと上げてるので、かっこいい要素がですね、2つも詰まってるんですよ。しかも1つの音でね、ものすごい細かいこだわりですよね。ここでまた転調ね。
この手のパターンの転調が来ると C メロがやってくるのかなっていう風に予想しちゃうんですけど、どうなんだろう。この曲の流れ、音楽の専門用語でコード進行って言うんですけど、コード進行って言った方が分かりにくいか。伴奏のつながりのベーシックな部分をコード進行って言うんですよ。で、コード進行にはいくつかパターンっていうものがあって、そのパターンをもとに楽曲を作るんですけど、このコード進行のパターンは C メロに持ってくる作曲家の方すごく多いんですよね。どうなるんだろう。あ、ほらほら。ね、C メロだったでしょっていうか、皆さんの方が知ってるかごめんなさい。こう未来に続く光みたいな雰囲気のするコード進行なんですよね、これ。僕が昔プレイヤーだった時代よく使っていたコード進行なんでね、すごく思い入れのある雰囲気なんですけど、超大好きです、この雰囲気。もう一回聞いてみましょう。この藤原くんと長尾くんのつながりも2人とも鼻腔共鳴が中心だから、声の相性めちゃくちゃいいですよね。歌声可愛らしいチーム。いいね。で、高橋くんのイケメンボイスから大橋くんの歌声。大橋くん今回太い声チョイスですよね。大橋くんパートの前に誰が歌うかによって声質を変えて歌ってるんじゃないかなっていう風にね、思っちゃうぐらい今回はいつもと違う声を使ってますね。で、高橋くんは先ほどから言ってるように胸腔共鳴が中心じゃないですか。で、ここの大橋くんの歌声もですね、胸腔共鳴と口腔共鳴なんですよね。あと少しだけ鼻腔共鳴の音色を使ってるみたいな。いや、すごいですね。かわいい。言いたいから。ここがね、かわいい。そう、この声ですよね。大西くんって言ったらね、もう鼻腔共鳴のみを使った声質。もう一回聞いてみましょうか。かわいいね。さっきと同じ反応。言いたいからみたいな。いや、僕はあそこまで可愛い声は表現できないですね。いやー、いいね。癒されるね。いいね。かっこいい。ここは今度かっこいい。もう大きく感情を揺さぶられますよね。これがなにわ男子のすごいところですよね。一人一人の歌声の個性がいい意味でバラバラなんですけど、その個性がつながることによって一つのストーリーが出来上がるっていうかね。だからメンバーのつながりが変わるだけで同じ歌でも全く違うストーリーだったり感情表現になると思うんですよね。いい意味で歌声の自由性の高いボーイズグループっていうかね。いや、ほんと素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。西畑くんと道枝くん、声の出し方は基本的に2人とも似てるんですよね。先ほどから言ってるように胸腔共鳴と口腔共鳴が中心。でも西畑くんは声の実音をはっきりとした歌声チョイス。そして道枝くんは全体的にウィスパーボイスっていう風にさりげない感じで声の雰囲気作りを変えて歌いつないでるんですよ。こういうところもね、素晴らしすぎますよね。ういー、ここでまた転調ね。難しいよね、本当に。すごい。そう、楽曲を作る上で転調ってめちゃくちゃかっこいいんですよ。やりすぎると楽曲の雰囲気が難しくなりすぎちゃうんですけど、ただなにわ男子の楽曲ってどの曲も転調を使ってるポイントはすごく効果的なポイントで使っているので、めちゃくちゃかっこいいっていう感想になるんですけど、たださっきも言ったように歌い手にとってはものすごく難しい、歌い手泣かせの
仕上がりになるんですよね。でも歌が難しいなんていう表情だったり素振り一切見せないじゃないですか。プロ中のプロですよね。素晴らしい。で、サビになると急に音域がぐっと上がるんですよね。この音の上昇感もですね、やっぱり相当練習しないと対応できないかなっていうふうに思っていて、音幅が広ければ広いほど楽曲ってやっぱり難しくなってくるんですよ。これは一人で歌っていようが、グループで歌いつないでいくパターンでも難しさには変わりはないんですけど、いや、本当にすごいですよね。どの曲を聴いても、やっぱりね、なにわ男子の努力の背景っていうのが見えてくるんですよ。楽曲の難しさだったり表現だったり、あとは一人一人のメンバーの歌声の成長スピードだったりね、こういう努力もやっぱりファンの方々を大切に思っていないとできないですよね。そういうふうに思ったら感動してきちゃいました。で、この楽しそうな雰囲気もすごい素敵ですよね。僕がもしこの会場に参戦できて、なにわ男子のライブを直接見ることができていたら、もう終始笑顔で見ちゃうんだろうなっていう風な想像すらできちゃうぐらい、なにわ男子の魅力がですね、動画越しではあるんですけど、すごく伝わってきますね。衣装も可愛いしね。披露主体としたチェック柄っていうか、可愛い魅力とかっこいい魅力を両方持っているボーイズグループってなにわ男子以外にいますかっていうふうにね、思っちゃう僕。曲によってそれぞれの魅力を表現するボーイズグループはいると思うんですけど、一曲の中でかっこいいポイントと可愛いポイントをたっぷりと表現できるボーイズグループってパッと想像するとやっぱりなにわ男子っていう風に一番に思いついちゃうなっていう風に思って、ここも素晴らしい魅力ですよね。そう、ここね、願い事がのところ、やっぱここかっこいいですよね。集中して聴いてるのに歌声のパワー感に圧倒されちゃうような、そんなポイントですよね。もう一回聴いてみましょう。ほら、超かっこよくない？ここのポイント。歌声だけでこのかっこよさを表現できるっていうのもすごすぎますよね。今一瞬映った長尾くんの笑顔が素敵でしたね。やっぱり全員笑顔素敵ですよね、なにわ男子。ここにキュンとしたファンの方も多いんじゃないですか？あ、このロングトーンのハーモニーもすごいね。大橋くんと西畑くんの。やっぱり声の一体感が素晴らしいからハーモニーになった時もものすごく美しい音色になりますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくないすごいよね。最後の最後でこの素晴らしい歌声を持ってくるっていうね。いや本当にね、なにわ男子の楽曲って最後の最後まで気が抜けないですよね。こういう素晴らしいハーモニーが最後にあったりするから。で、動画がね、あとね、6秒あります。見ていきますね。あらら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 ら。最後に可愛い決めポーズでしたね。いやー、今回も最高でしたね。以上、なにわ男子 Because I Just Love You 歌声分析はここで終了です。いや、今回もですね、リクエスト本当にありがとうございました。ものすごくキラキラした楽曲、そして歌声、そしてパフォーマンスだったなっていうふうに思いました。一人一人の歌声もですね、ものすごく幅広い表現を使っていたり、幅広い歌声チョイスだったかなっていうふうに思います。
最近なにわ男子の楽曲はデビュー当時の楽曲だったり、デビューから少し経った時代の歌声についての分析動画を公開していたので、今回は2005年のライブツアーの歌声なわけじゃないですか。だから歌声の進化の幅っていうのもものすごく感じ取ることができて、前々から動画でなにわ男子は見えないところでものすごい努力をしてるっていう風に言っていたと思うんですけど、やっぱり今回の動画でそれはね、確信に変わりましたね。じゃないとここまでの歌の成長はありえないです。これもひとえにファンの方々に喜んでほしいっていう気持ちでいっぱいだからこそ頑張れてるんじゃないかなっていう風に想像してしまうと、ものすごい感動しちゃいますよね。これからもなにわ男子全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。